やっぱこれが効いてますね。これはコンバージョン標準から天と地ほど変わる気がしました。はい。キット標準の時は、やっぱりちょっとふにゃふにゃ感で、コースのこう波とかをすごい意識して、ライン取りっていうのをしてたのが、これ今ポン付けでつけて何にも考えなくても思った通りのところに行くから、いやーいい走りしてましたね。これはちょっとこの MB のコンバージョンからさらに追加は、まず一番最初の一押しな気がするですね。このモノショックはなんでこうしたんですか？もともと開発段階の車見せてもらった時に、ロール感っていう話を聞いてたから、だからそれだったらばいわゆるレバー比変えるパーツも作って、ここを作って聞いてたんで、そしたらここをモノサスにすれば、モノサスの段階だとロールって後ろのサスだけでロール決めるから、だから4本よりも2本の方が普通にロールするよねっていうことでモノサス。なるほど。これなんかミニ四駆のパーツですかね？それねプラバン切り出したの。プラバンなんだ。そう、穴位置はコンバージョンキットに入ってるレバー比変えるパーツの穴位置を参考に、あとはこの上のとこだけは自分でタイヤ切って当たらないように、ちょっとこう内側へ曲げる感じのところで、でプラバンでいい感じで出たから、まさにあとはミニ四駆のパーツかなんか流用してちゃんと作ってもいいかなって。ちなみにこのホイールはあれですか？これなんちゃってうちのロングアクセルが入ってるんですよね。これそうロング入れてる。ロング入れてプラスの2かな。そうなんちゃロング入れて、オフセット深いのをフロントだけに使うのはちょっとやっぱり見た目好きくないんで、なるほど、通しで履けるように、なるほど、ロングはロングで、実はこういう中のところに、普通だったらいつもスペーサーで、いわゆるガタ処理するんだけど、いわゆるロングは大体キットのままで、ガタ処理なしでピタッと大体決まるから、これはいい買い物したなと。なるほど、柔らかい。意外にロング売れてるんですよね。そうなんだ。あれが需要あるとは思わなかったですけど、やっぱりホイールを通しで使いたい人っているんじゃないですかね。なるほど、なるほど。でお約束のアマゾン安アンプに安アンプがまたね調子がいいんで、なるほど、KO のモーターなんてあるんですね。これはもう15年ぐらい前のやつかな。おもちゃ箱の中に凝ってたやつ、とりあえずつけてみようと思って。でレブリーサーボに今内蔵したもので、リアがえらいことになってますね。そうですね、やっぱり06普段使ってて、トラクションが06圧倒的にかかるのと、地元のサーキットでやっぱり他の車に負けたくないっていうので、やっぱりこうどうしてもこの車軸周りを重くして縦を強くしようっていう。でこの純正足に穴を開けて、純正のアッパーを根元以外を全部ニッパーでちょん切って、で根元に穴開けて芋の長いやつを打ち込んで、それでこのエンドをつけてあげて、でキャンバー角つけられるように、この中のドッグボーン、プラのドッグボーンの両先端をリューターで削って、全体的にちょっとこう短くなるようにして、で今、キャンバー角4度ついてるかな。それはすごいですね。それ削るだけでそんなキャンバーつくんですね。かなりプラのドッグボーンに対してこう金属のピンが出てるじゃないですか。これにかなり近いところまでこう削り落として、であとこうリューターで丸くなるようにうまくしてあげて、それを両端、そうすると4度までつけられるんで。でこの左右のバネが違うのは何でなんですか？モーターここじゃないですか。でやっぱりトルク半トルクで重りとかつけて、同じスプリング同じ締め込み量で静止時の車高はぴったりあったんですけど、実際走行させるとやっぱりここにモーターがあってトルク半トルクの動きなのか、左右の実際のロール感が変わっちゃったんで、それでしょうがなく
ロールしない側、こっち側がロールしないんだけど、そっち柔らかいスプリングにして、こっちを硬いスプリングにして、で静止時は一緒で、走らした時のこのロール感っていうのをスプリングの柔らかさを変えて、見た目をごまかしてるっていう。なるほど、素晴らしいですね。ベスティックフローっていう。そっか、だいぶ右重なんですね。こっち結構重り積んでますけどね。これで、静止状態で、車高がぴったりなんですよ。ああ、なるほどなるほど。で3862なんで、まあまあ操縦しやすい感じですね。